彗星が現れると必ず大きな災いが起こる。これは歴史を遡ると避けては通れない話題です。でもこれは単なる偶然なのでしょうか、それとも彗星には何か力があるのでしょうか。1066年ハレー彗星の出現後、イングランド王朝は滅亡しました。続く1456年、再び同じ彗星が現れると、オスマン帝国の侵攻とペスト大流行が起きました。科学が発達した1910年でさえ、飛来した彗星の影響で世界中がガスマスク騒動に陥りました。そして2025年、複数の彗星が地球に接近しています。SNS 上では、彗星の破片が地球に衝突し、人類は滅亡するといった内容から、彗星の正体はエイリアンの宇宙船だという衝撃的なものまで大混乱状態です。私たちの上空で何が起きているのでしょうか。皆さんこんばんは、ミスタービヨンドです。なぜ彗星と災いは重なるのか、この1000年続く謎に本日は科学的に迫っていきたいと思います。まずは現在、私たちの上空で起きていることを整理してみましょう。皆さんは現在、複数の彗星が地球に接近していることをご存知でしょうか。太陽系外から飛来したスリアヤトラスと緑に輝くレモン彗星です。スリアヤトラスは7月1日にチリの天文台にある小惑星地球衝突最終警報システムアトラスが発見した史上3番目の恒星間天体です。この彗星には奇妙な点が多数ありました。一般的な彗星の2倍以上の飛行速度、太陽系の惑星軌道に沿った不自然な進路、そして何より奇妙な色の変化。発見時は赤色をしていたのに、わずか数ヶ月で鮮やかな緑色に変わったのです。発見してほどなく、ハーバード大学のアビー・ローブ教授がスリアヤトラスは異星文明の探査機である可能性があるという論文を発表。これを受けて SNS 上ではエイリアンの宇宙船だ、政府が何かを隠している、人類滅亡の前兆だといった憶測で持ちきりになりました。一方レモン彗星は1月3日に発見され、10月21日に地球最接近予定の超周期彗星です。当初の予想より400倍も明るくなったこともあり、街明かりの少ない場所なら肉眼で確認できる可能性が高いことで話題になりました。10月2日には太陽風により尾の一部が吹き飛ばされる劇的な現象も確認されました。ただこの彗星については太陽の重力で粉砕され、破片が地球に衝突するのではないかという懸念がネット上では広がっています。 NASA は一貫してスリアヤトラスは見た目も挙動も私たちが知る彗星そのものです。圧倒的なデータがこれを自然起源の天体であることを示している。さらに今後100年で基地の天体による深刻な衝突リスクはないと見解を示しています。では、なぜこうも彗星と災いは重なるのでしょうか。歴史を振り返ると、全く同じパターンが何度も繰り返されていることに気づきます。1066年7月、イングランド上空に巨大な彗星が現れました。後にハレー彗星と呼ばれるこの天体は、当時の人々を震え上がらせました。アングロサクソン年代記にはこう記されています。かつて人が見たことのない天の光が目撃された。ある者はそれを長い髪を持つ星と呼んだ。この長髪の星は夜空に数週間にわたって輝き続け、人々はひざまずいて祈りを捧げました。占星術師たちは口々に王の死、王朝の終焉を予言しました。そしてその予言は現実となります。彗星の出現から半年後、ヘイスティングスの戦いでイングランド王ハロルド2世がノルマン軍との戦いで戦死、ウィリアム征服王によってイングランドは征服され、1000年続いたアングロサクソン王朝が滅亡したのです。390年後、再びハレー彗星が地球に接近します。この年、ヨーロッパは恐怖に包まれていました。オスマン帝国軍がバルカン半島に迫り、ハンガリーのベオグラードを包囲、キリスト教世界の最後の砦コンスタンティノープルが陥落してからわずか3年後のことでした。人々の不安が頂点に達する中、5月下旬、空に不吉な光が現れます。当時の歴史家プラティーナはこう記録しました。幾晩にもわたり赤みを帯びた毛の生えたような彗星が現れた。その光は剣のように鋭く、血のように赤かった。
ローマ教皇カリストゥス3世はこの天体を見て震え上がりました。そして民衆に神への祈りを捧げるよう呼びかけます。しかし、翌1457年、欧州各地で大規模なペストが発生、何万人もの命が失われました。まさに、彗星の到来は災厄をもたらしたのです。科学が発達した20世紀でも状況は変わりませんでした。1910年、再び接近したハレー彗星から分光観測により有毒なシアンガスが検出されました。フランスの天文学者カミーユ・フラマリオンが彗星のに含まれるガスが大気を汚染する可能性を指摘すると、新聞各紙は一斉に飛びつきました。彗星の毒ガスで人類滅亡、地球最後の夜。センセーショナルな見出しが世界中を駆け巡ります。結果、世界各地で前代未聞のパニックが発生しました。ドイツの農民たちは、どうせ作物は育たないと春の種まきを放棄。アメリカでは水星毒を退ける薬という怪しげな薬が飛ぶように売れました。フランスでは洞窟に避難する人々が続出し、イタリアでは最後の晩餐と称して豪華な食事を楽しむ人々で酒場が満員になりました。もちろん天文学者たちは必死に説明しました。シアンガスはごく微量で無害。彗星の王は真空に近い状態で地球に影響はない。しかし、恐怖に支配された人々の耳には届くことはありませんでした。ここで一つの疑問が浮かび上がります。本当に彗星と災いは関係があるのでしょうか？実際の統計を見てみましょう。過去1000年間で肉眼で観測できる大彗星が出現した年は約100年。しかし、戦争、疫病、自然災害などの大事件が起きなかった年を探してみると、驚くべき事実が判明します。歴史上、災いが起きなかった年はほとんど存在しないのです。例えば、ハレー彗星が現れなかった年の災害を見てみましょう。1347年、ヨーロッパで史上最悪のペストが大流行。人口の3分の1が死亡。1618年、神聖ローマ帝国で30年戦争が勃発。人口の2から4割が減少。1755年、リスボン大地震で6万人が死亡。1918年、スペイン風邪で世界中で5000万人が死亡。これらの大災害は全て彗星の出現とは無関係に起きています。つまり、災いは彗星があってもなくても常に起き続けているのです。では、なぜ私たちは彗星を過大に評価してしまうのか？答えは人間の脳の根本的な仕組みにあるとされています。1958年、ドイツの神経学者クラウス・コンラートがアポフェニアという現象を発見しました。これはランダムな情報に意味のあるパターンや関連性を見出してしまう脳の特性です。人間の脳は生存のためにパターン認識に特化して進化しました。森で枝が揺れる音を聞いたとき、風か肉食動物かを瞬時に判断する能力です。この能力があったからこそ、私たちの先祖は生き延びることができました。しかし現代ではこの能力が暴走してしまいます。脳は常に相関、一致、因果関係を探し続け、実際には無関係な現象同士を勝手に結びつけてしまうのです。さらに確証バイアスが加わります。彗星イコール災いという先入観を持つと、それを裏付ける情報ばかりを集め、反証する情報は無視してしまうのです。災害心理学の研究によると、人々は脅威を感じたとき、共通運命感から災害コミュニティを形成します。彗星のような希少で説明困難な現象は、この集団不安を引き起こす完璧な条件を備えています。現代の SNS はこの集団不安をさらに加速させます。アルゴリズムは恐怖を煽る情報を優先表示し、人々は同じ不安を持つ者同士でつながり、お互いの恐怖心を増幅させる閉じた空間を作り出します。こうして彗星イコール協調という集団記憶が時代を超えて受け継がれていくのです。なので、これまでの人々も、そして現在の私たちも全て同じ認知的錯覚に陥っていると言えるのかもしれません。いかがでしたでしょうか？これまで見てきた通り、彗星と災いが重なって見えるのは、人間の脳が作り出す認知的錯覚である可能性が高いと言えます。現在上空を飛んでいる彗星たちも NASA の見解通り、ただの氷と岩の塊である可能性が
高いのです。しかし興味深いことに、彗星が訪れているこのタイミングは確かに変革の時と重なっています。日本では史上初の女性首相誕生の可能性、世界では空2によるフェイク動画の加速、AI の指数関数的進歩など社会構造を変える出来事が同時多発的に起きています。なので彗星と災い自体に因果関係はありませんが、ある意味相関関係はあるのかもしれません。そんなことを考えさせてくれます。今後もよりわかりやすく、より非常識に、より科学的に動画を作っていきますので、少しでも興味を持っていただけた方はチャンネル登録をお願いします。あと今後の参考にしたいので、つまらないと思った方はぜひバッドボタンを、良いと思った方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。皆さんは今回の彗星ラッシュをどう感じましたか？ただの彗星でしょうか？それとも別の何かでしょうか？それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。